こんにちは、つんです。今回は久々に DIY でこのトイレの床をイメチェンしたいと思います。はい、ってことでまずは掃除します。トイレの床の DIY といえばクッションフロアを引くことが多いと思うんですが、私は3年前に洗面所の床を DIY した時に使った置くだけフロアタイルっていう商品がすごく気に入っているので、今回も同じものをトイレの床に敷きたいと思います。はい、そしてこちらがそのフロアタイル。ストーン調フロアタイルベインという商品です。楽天で購入できます。色柄は何種類かあるんですが、私はミストストーンという商品を選びました。素材は塩化ビニールでグラスファイバー入りです。裏面の滑り止めが本当にピタッと吸着するので、置くだけで OK という商品です。両面テープとかね、接着剤不要なのでめちゃめちゃ楽なんですよね。置くだけなので、もちろん賃貸でも安心して使えます。ただですね、これ厚さが 4mm あるので、ちょっとね、カットが大変なんです。重さも1枚 1.5kg あるので結構ずっしりとしています。私は昔クッションフロアも貼ったことがあるんですが、カットのしやすさだけを言えばクッションフロアの方がいいですね。ただ失敗するとリカバリーしにくいっていうのが難点で、その点タイルは失敗してもその1枚だけやり直しできるっていうメリットがあります。まあとにかくやってみるので、私の失敗談とか貼り方のコツなどが少しでも参考になれば嬉しいです。はい、まずは床の型紙を作ります。用意するのは紙、ハサミ、メジャー、マスキングテープ。紙は何でもいいんですが、薄すぎたり折り目がたくさんついてたりすると、どうしてもね、たわんでわずかにずれるので、少しもったいないけどコピー用紙がおすすめかなと思います。私はケチってね、宅配の荷物に入ってくる緩衝材を使ったんだけど、折り目があるせいで微妙にずれて後悔しました。しかし狭くてやりにくいわ。角の凹凸の部分は紙の角を利用してかたどります。結論から言うと、型紙がすべてと言っても過言ではないほど型紙作りが本当に大事です。継ぎはぎでもね、全然構わないので、型紙だけは丁寧に作っておいた方が後々楽です。念のためにね、改めてサイズも測って型紙に書いておくとカットで迷った時に便利。私の場合はもうこの段階から紙のシワの影響で型紙にね、結構自信がなかったので、凹凸の部分もサイズを書いておきました。じゃあ作り直せばっていう話なんですけどね、そういうとこはね、結構めんどくさがりな性分なんですよね。はい、便座の周りは小さくカットした紙をたくさん用意してカーブに沿って貼っていきます。この時ね、紙を細かく貼れば貼るほどカーブを滑らかにすることができます。こんな感じでマステでがっちりと貼りました。型紙が完成したら、便座の背面でカットしてトイレから取り出します。とにかく狭くてやりにくいんですよね、トイレって。破かないように慎重に取り出してください。次にタイルを並べて位置を決めます。本当にね、重いので一度に全部は運べませんでした。タイルの組み方はお好みなんですが、今回は長方形なので左右を半分ずつずらしてレンガ張りにすることにしました。カットする手間がね、ちょっと増えるんですけど仕方がないですね。タイルを隙間なくぴっちりくっつけて、
と、ここでね、タイルの表面になんとなく粉っぽい汚れがついてる気がしたので、一応アルカリ電解水で拭いておきました。で、型紙を乗せて位置をチェック。我が家のトイレの横幅は92センチなんですけど、タイルを3枚並べた横幅は 91.4 センチ。そう、左右3ミリずつ足りなかったんです。微妙ですよね。まあ当然タイル購入時から分かっていたことで、それぐらいならいいかと購入しちゃったわけですが、左右をカットする手間も省けるし、実際大きくずれることもなく問題ありませんでした。ちなみにこのタイルは温度によって多少伸縮するらしくて、壁から 0.1% の余白を開けることが推奨されています。例えば1メートルだったら片側 0.5 ミリずつですね。とはいえ、洗面所の床は余白をつけてないんですが、伸びて突き上がるようなことは今までありません。まあうちはマンションなので温度変化がそれほどないのかもしれないですね。はい、ちょっと話が脱線してすいません。タイルを並べ終わったらずれないようにマステで留めておきます。で、型紙を乗せて位置を合わせます。クッションフロアの場合はそれぞれ裏にして乗せるんですが、このタイルは裏面に線が描けないので、型紙もタイルも表が上になるように重ねます。重ねたら鉛筆で型紙通りに線を引いていきます。便器のカーブはね、内側を塗りつぶすぐらいの気持ちで太く塗った方が分かりやすかったです。円の内側はいらない部分なので、鉛筆で塗った縁をカットすれば OK っていうことですね。さて、あとはカットするだけです。まあとは言ってもね、カットが一番時間がかかるんですけども、まっすぐ切るだけのところはしっかり定規を当てて、カッターで何度も少しずつ切り込みを入れて、タイルの厚みの半分ぐらいまで切れたら、2つにパキッと折って、パキッとまだ折れませんでしたね。折れないときはまだ切り込みが足りないときです。ちょっと私しつこいですけど、素直に諦めてもう一度カッターで切りましょう。はい、折れました。パキッと折ったら、あとは上からカッターでスーッと切り離すだけです。凹凸の部分はね、こうパキッと割れないので、地道にカットするしかありません。たかが4ミリ、されど4ミリっていうことで、何度もね、同じ動作の繰り返しで、私は翌日腕が筋肉痛になりました。はい、やっと切れました。そして一番の難所、便器のカーブをカットしていきます。型紙は写してあるので、タイルはバラバラになっても問題はありません。と、型紙を丸めて置いといたら、まあそうなりますよね。かなりお気に召したみたいで、この後しばらく出てきませんでした。はい、便器の周りをカットしていきます。完全にね、フリーハンドなので、慎重に慎重に。もう進んでるっていうぐらいのスピードですよね。失敗したくなかったので、ほんとこれぐらいのスピードでゆっくりゆっくりカットしました。ただ一度筋がつけば刃がぶれにくくなるので、少しスピードを速めても大丈夫でした。あとは完全に切れるまで何度も刃を入れていきます。でね、カットしてる途中で気がついたんですが、
カットした断面を触ると手がチクチクとしました。中のグラスファイバーの細かいガラスの影響みたいですね。でこれ、健康に悪影響はない安全な原料ということですが、猫様が断面や破片を触らないように注意して、私は手袋をつけて掃除機をかけながらカットしました。そういえばね、前の時もクッションフロアもそうでしたね。はい、そんな感じでコツコツと地道にカットし続けて、休み休みですが、結局トータルで4時間ぐらいかけて、やっとカットが終わりました。ここまで来ればもうあとは置くだけです。ちゃんとフィットするかドキドキしながらセットしていきます。角の凹凸は問題ありませんでした。こっちもまあまあいい感じです。だけど便器周りは隙間が空いていたり入らなかったりしてしまいました。タイルはね、1枚ずれると隣のタイルにも影響するので、どこがおかしいのかを見極めながら微調整しました。幸い今回は致命的なミスはしてなかったみたいで、なんとかリカバリーすることができました。隙間もちゃんとくっついたし、こちらもね、きっちりはまりました。で、便器周りの仕上がりはこんな感じです。すごくね、綺麗にできたわけではないですが、初めてにしてはまあまあこんなもんでしょう。便器周りはね、コーキングをしてもいいんですが、置くだけタイルっていうのは、汚れとかがね、気になった時に簡単に外して掃除できるっていうのもメリットなので、私はコーキングをせずにこのまま使うことにしました。最後に拭き掃除をして完全に完了です。結局ね、トータルは6時間以上かかりましたかね。翌日は腕だけじゃなくて、なぜか太ももも筋肉痛でした。はい、こうしてぼんやりした色だったトイレの床がちょっとシャープな印象になりました。質感もね、本物のタイルに近くて私的には大満足です。壁紙も幅木も気に入っていないので、また時間ができたら張り替えていきたいと思っています。はい、最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。